んにちは。ようこそ大人の童話シアターへ。本日もお越しいただきありがとうございます。当シアターの支配人ルイと申します。当シアターでは童話、児童文学を中心に世界中の名作や時代を超えて愛される作品を厳選してお届けしております。かつて子供だった私たちが懐かしい物語に再び心をときめかせたり、心に響くまだ見ぬ物語と出会ったりする、そんな豊かな時間をお届けする場所です。大人になった今だからこそ感じられる物語に秘められた言葉の深みや感情の彩りをどうぞゆっくりとご堪能ください。それでは本日も一つの物語をご一緒に味わってまいりましょう。さて、先週に引き続き本日もいつもの童話の世界から少しだけ羽を伸ばす特別番外編をお届けします。ジョージ・オーウェル作1984年の後編、その壮大な物語の結末まで本日は一気にご紹介してまいります。先週お届けした前編はいかがでしたでしょうか。絶対的支配者ビッグブラザーが見下ろすあの息の詰まるような世界、その中で燃え上がった主人公ウィンストンのささやかな抵抗の炎、その行方にさまざまな思いを巡らせてくださった方もいらっしゃることと存じます。物語の旅を再開される皆様のためにほんの少しだけ前編のあらすじをおさらいしておきましょう。舞台は絶対的支配者ビッグブラザーが君臨する超大国オセアニア。テレスクリーンが国民のすべてを24時間監視し、ニュースピークという新言語が自由な思考そのものを奪おうとする世界です。心理症で歴史の改ざんを仕事としながら、心では党への激しい憎悪を抱く主人公ウィンストン・スミス。彼は禁じられた日記をつけ始め、やがて若く奔放な党員ジュリアと出会い、許されざる恋に落ちます。それは人間性を取り戻すためのあまりにも危険な反逆の始まりでした。一方、ウィンストンが密かに同志だと信じる党の中核党員オブライエンの存在は果たして彼にとっての希望となるのでしょうか。さて、地図はもう皆様のお手元にございます。ウィンストンが歩む絶望と、そしてかすかな希望を探す道のりを最後まで見届けてまいりましょう。それでは物語の核心へ。ジョージ・オーウェルが描く魂の戦いの結末に耳を傾けてまいりましょう。第6章、憎悪週間と裏切りの交響曲。街は憎悪週間の熱狂に包まれていた。街路には敵兵の巨大なハリボテ人形が引き回され、紙吹雪が舞っていた。敵国ユーラシアへの憎悪を煽るポスターがあふれ、人々は狂乱の渦の中にあった。ウィンストンは党の歴史改ざん作業に忙殺されていた。膨大な過去の記録を現在の党の方針に合致させるための終わりのない偽造。その作業の絶頂期、憎悪の対象がユーラシアからイースタシアへと一夜にして切り替わるという信じがたい出来事が起こる。党の演説者は演説の途中で敵国の名前を入れ替えただけで、聴衆は一瞬の混乱の後、何事もなかったかのように新たな敵への憎悪を燃え上がらせた。オセアニアは常にイースタシアと戦争状態にあったのだ。昨日の事実は完全に消去された。この競争の最中、ウィンストンは約束通り例の書を手に入れる。チャリントンの店の2階で彼はジュリアにその本を読み聞かせる。そこには下等性集産主義社会の構造、階級闘争の永続化、そして戦争は平和であるというスローガンの真の意味、すなわち社会構造を維持するために戦争が永久に続けられるという冷徹な分析が記されていた。それはウィンストンが漠然と感じていた世界のからくりを見事に言語化したものであった。彼は知識の光に満たされ、自分はもう孤独ではないと感じる。しかしジュリアはその難解な理論に興味を示さず、彼の腕の中で眠ってしまう。彼女の反逆はあくまで個人的で肉体的なものであった。窓の外では赤銅色のたくましい腕をした女性が洗濯物を干しながら、党の作ったくだらない歌を人生の喜びに満ちた声で歌い続けている。その姿にウィンストンは
消えることのない人間の生命力の象徴を見る。彼はかつて日記に記した自らの言葉を反芻していた。もし希望があるとしたら、それはプロレの中にこそある。教育も思想も与えられず、動物のように放置された彼らの中にこそ、党の支配を受け付けない原始的な感情と人間性が保存されているのだ。人口の 85% を占めるこの大衆の中にしか、党を破壊する力は生まれ得ない。その力強い歌声が響く部屋で、2人が築いたささやかな聖域の時間は終わりを告げようとしていた。第3部第7章、水晶の崩壊。テレスクリーンの鉄の声。君たちは死者だ。冷たい鉄の声が部屋のどこからか響き渡った。それは壁にかかったセントクレメント・デーンズ教会の版画の裏に隠されたテレスクリーンからの声だった。彼らの聖域は初めから塔の監視下にあったのだ。ガラスの文鎮は床に落ち、粉々に砕け散った。永遠の結晶と思われた小さな世界は一瞬にして破壊された。武装した思想警察の黒い制服が部屋に殺到し、ウィンストンとジュリアの肉体は無慈悲な暴力によって引き離される。ウィンストンはチャリントンがその優しい仮面の下に思想警察の冷酷な眼差しを隠していたことを悟る。彼の親切も過去への郷愁も全ては周到に仕組まれた罠であった。彼の孤独な反逆に差し伸べられたかに見えた救いの手は、全てが彼を捕らえるための巧妙な仕掛けだったのだ。第8章、愛と拷問の章。自己の解体。ウィンストンが連行されたのは愛情章であった。その名とは裏腹に、そこは拷問と洗脳によって人間性を根絶やしにするための施設だった。光の消えることのない独房で、彼は飢えと恐怖に苛まれる。雑居房にはさまざまな囚人が入れ替わり立ち替わり現れた。その中に打ちのめされた様子の同僚パーソンズがいた。ウィンストンがなぜ捕まったのか尋ねると、パーソンズは思想犯罪だと嘆く。彼は寝言で打倒ビッグブラザーと叫んでいるのを7歳の娘にキーホールから盗み聞きされ密告されたのだと、悲嘆と奇妙な誇りが入り混じった表情で告白した。娘を正しい精神で育てられた証拠だ。その言葉はウィンストンが序章で垣間見た恐怖の残酷な結実であった。殴打、尋問、自白の強要。彼の肉体と精神は系統的に、そして徹底的に解体されていく。そして彼の前に現れた尋問者は、彼が救い主と信じていたオブライエン、その人であった。我々は暗黒のない場所であったな、ウィンストン。オブライエンは拷問器具のダイヤルを握りながら静かに告げた。彼の裏切りはウィンストンの世界の最後の支柱を打ち砕いた。オブライエンの目的は単なる自白や処罰ではなかった。それは治療であり、正気への回復であった。党の哲学によれば、現実は客観的に存在するものではなく、党が真実と定義するものの中にのみ存在する。個人の記憶や五感は容易に誤りを犯す不確かなものに過ぎない。2たす2はいくつか。オブライエンは4本の指を立てて問う。ウィンストンが4と答えるたびに、耐え難い苦痛が彼の体を貫く。痛みと恐怖の中で彼の精神は崩壊し、ついにはオブライエンが掲げる4本の指が5本に見える瞬間が訪れる。党の権力は人間の内なる宇宙、すなわち意識そのものを征服する力なのだ。第9章、権力の肖像。神は力である。拷問の果てにオブライエンはウィンストンに党の真の目的を説く。党が権力を求めるのは権力のためだ。我々は権力以外の何者にも興味がない。幸福のためでも善のためでもない。純粋な権力、他者を支配し苦痛を与えることそのものが目的であるとオブライエンは語る。未来のビジョンは人間の顔を永遠に踏みつけるブーツの光景だ。オブライエンはウィンストンを鏡の前に立たせる。そこに映っていたのは痩せ衰え、歯も抜け落ち、赤にまみれた骸骨のような生き物であった。それが
塔に反逆した最後の人間の姿であった。私はジュリアを裏切っていない。ウィンストンは最後の尊厳を絞り出すように言う。彼の心の中ではまだ彼女への愛が消えていなかったからだ。オブライエンはその言葉を静かに肯定する。その通りだ。君はまだジュリアを裏切ってはいない。その言葉はウィンストンに残された最後の試練、すなわち彼の内なる聖域である愛を破壊するための序曲に過ぎなかった。彼の再教育の最終段階は最も恐ろしい場所で完了されるのだ。第10章101号室、心の最後の砦の陥落。101号室にあるものは世界で最悪のものだ。オブライエンの言葉とともにウィンストンは彼の最も根源的な恐怖と対面させられる。それはネズミであった。彼の顔に飢えた2匹のネズミが入った金網のカゴが近づけられる。レバーを引けばネズミたちは彼の顔に食らいつき、その肉を食い破るだろう。パニックの絶頂で彼の意識はただ一つの逃げ道を見出す。それはこの苦痛を自分以外の誰かに押し付けること。世界でただ一人その身代わりとなりうる存在に、ジュリアにやれ。ウィンストンは絶叫していた。ジュリアに、俺じゃない。あいつの顔の皮を剥げ、骨までしゃぶれ。俺じゃない。ジュリアに。その叫びが放たれた瞬間、彼の内なる世界で何かが決定的に死んだ。彼が守ろうとした最後の砦、ジュリアへの愛は自己保存という抗いがたい本能の前に完膚なきまでに破壊された。彼はついに塔に魂を売り渡したのだ。終章。栗の木の下で。白雪のごとき魂。栗の木カフェの隅の席でウィンストン・スミスは勝利陣のグラスを前にチェス盤を眺めていた。彼は解放されたのだ。もはや彼の行動に興味を持つ者はいない。彼の魂は愛情症によって白雪のごとく洗い清められた。ある風の強い日、彼は公園でジュリアと再会する。彼女の体は硬く、その眼差しには軽蔑が宿っていた。二人は互いに裏切ったことを告白する。あの時、あなたは本気だった。彼女の言葉は真実だった。もはや彼らの間にかつての感情がよみがえることはなかった。薄汚れた勝利陣を一気に煽り、ウィンストンはぼんやりとテレスクリーンを見つめる。それがアフリカ戦線でのオセアニア軍の大勝利を告げるトランペットを鳴り響かせた。その瞬間、彼の心は歓喜に打ち震えた。かつて抱いた塔への疑念や憎悪は巨大な安堵と幸福感に溶けて消えていく。彼は群衆と共に走り、勝利を祝い、ビッグブラザーの巨大な肖像を見上げた。ああ、なんという誤解だったのか。なんという頑なな自らを追放した日々であったか。彼の頬をジンのかすかな香りがする二筋の涙が伝った。だが全ては問題なかった。闘争は終わったのだ。彼は自分自身に対する勝利を得た。彼はビッグブラザーを愛していた。支配人ルイの後書き。ガラスの文鎮は砕けても。ジョージ・オーウェルが書いた1984年の世界は単なる未来の予測図ではありません。それは権力が人間の精神に及ぼす影響、そして真実と記憶がいかに脆くたやすく書き換えられてしまうかという時代を超えた継承です。この物語は我々に問いかけます。もし客観的な真実が消え去り、2+2が5であると信じることが正気とされる世界に置かれたなら、我々は最後まで4であると主張し続けることができるでしょうか。ウィンストン・スミスは日記を記し、愛を知り、歴史の断片であるガラスの文鎮を慈しむことで人間性を守ろうと試みました。彼のささやかな反逆は巨大な権力機構の前ではあまりにも無力であり、その魂は最終的に砕け散ります。しかし彼が抱いた疑念、彼が求めた愛、そして彼が流した最後の涙は読む者の心に深く突き刺さります。物語の終わりに
ウィンストンがビッグブラザーを愛するようになった時、我々は安堵するのではなく戦慄を覚えます。それこそがこの物語の真の恐怖なのです。肉体的な死よりも恐ろしい精神の死、人間が人間でなくなる瞬間です。我々の生きる現代において情報があふれ、何が真実かを見極めることが困難な時代に、1984年の問いかけはかつてないほどの重みを持ちます。自分自身の思考を持つこと、他者を愛すること、そしてたとえそれが無力に見えても内なる心の真実に忠実であろうとすること。砕け散ったガラスの文鎮のかけらは我々一人一人の心の中にあり、それを守り抜く戦いは今この瞬間も続いているのかもしれません。この物語はその静かな、しかし終わることのない闘争の価値を我々に教えてくれるのです。いかがでしたでしょうか。2週にわたりお届けしてまいりましたジョージ・オーウェル作1984年、その壮絶な物語の結末までご一緒いただきありがとうございました。ウィンストン・スミスの魂が砕け散るあの絶望的なラスト。しかし物語の最後に過去形で記されたホイが灯すかすかな、しかし確かな希望の光。この物語は私たちに鋭く問いかけます。物語のビッグブラザーが象徴する抗いがたい大きな力、そして全てを見通すテレスクリーンの監視の目、それらは今私たちの日常でどんな姿をしているでしょうか。そしてもし全てを奪われそうになった時、あなたが最後まで守りたいと願う心の奥の真実とはどのようなものでしょうか。この壮大な警告の物語からあなたが何を感じ、何を受け取ったのか。よろしければぜひコメント欄であなたの言葉をお聞かせください。お一人お一人の感想がこの物語の価値をさらに深めてくれると信じています。もしまだこの物語を手に取ったことがないという方はぜひ一度読んでみてください。きっとあなたの価値観を根底から揺さぶる体験が待っているはずです。すでに読んだことがある方もこの2週間の旅を経て再読することでウィンストンの最後の涙にかつては見えなかった全く新しい意味を見出すかもしれません。大人の童話シアターではこれからも時代を超えて人々の心を魅了する物語の中から大人になった今だからこそ深く心に響く珠玉の作品をお届けしてまいります。来週はまたいつもの心温まる童話の世界へ。そして来月の番外編もどうぞご期待ください。ぜひチャンネル登録をしてこれからの物語も一緒に楽しんでいただけましたら大変励みになります。それではまた次回の物語でお目にかかれることを心より楽しみにしております。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。